皆さんこんにちは。犬より猫派、猫より虎派、虎よりライオン派の袋池ちゃんまなです。騙される人よりも騙す人の方が数十倍苦しいさ。地獄に落ちるのだからね。バイ太宰治。最近あったかくなってきましたね。季節の変わり目、春の訪れを感じます。そんな時期に多いのが詐欺ですね。というわけで今回は詐欺罪についての解説をします。なんで春に詐欺が多いのか？それは契約の更新とか確定申告の還付金とかそういったところに目をつける人がいるからなんですね。まあそんなこと言い出したら年金支給日とかお給料日もそうなんですが。では毎度恒例の条文から見ていきましょう。刑法第246条第1項、人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する。第2項、前項の方法により財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させた者も同項と同様とする。まずは条文内の単語の説明からします。過去の動画を見てくれた人はピンとくると思うのですが、おそらく皆さんが一番気になったのは人を欺いてってところじゃないですかね。私もちょうどここを解説しようと思っていました。人を欺いてとは、おそらくほとんどの人がバッチリ分かっているのではないかと思います。では、せーので皆さんで言ってみましょう。せーの。相手方を疑問し錯誤に陥らせる。です。息ぴったりで大変良きですね。じゃあ、一つ一つ文言を見ていきましょう。まず、疑問とは、人を欺き騙すことです。次に錯誤とは、行為者の表象と現実に存在し発生したところとの間に不一致が生じていることを意味します。簡単に言うと、相手の言っていることと事実が違うってことです。ではまとめると、相手方を疑問し錯誤に陥らせるとは、他人を騙してその相手の認識を事実と違う状態にするというわけです。次に財産上の利益とは、その人の行いに対して発生する利益を指します。例えばタクシーの運賃とかマッサージの代金といった具合に、その人の労働に対して発生する料金のことですね。では先ほどの条文をバッキバキに噛み砕かすと、第1項は相手を騙して事実と違う認識を与えた後、財物を得ることはダメよ。第2項は第1項と同じ方法で正当な理由なくただ働きさせたら詐欺罪にしちゃうよってことになります。では次に虐待についてです。逮捕監禁罪の時にもお話ししましたが、虐待とは犯人が侵害するものです。詐欺罪における虐待とは、他人の財物および財産上の利益です。他人の財物とは、窃盗罪の時にも説明しましたが、人の財産です。現金とか宝石とか、その他の固体とか液体とか気体とか電気ですね。これもまた窃盗罪の時に説明したのですが、自己の財物でも他人が占有している時は他人の財物として扱います。次に構成要件についてです。構成要件とは、刑法の条文に記載されている犯罪が成立するための要件のことです。要するに、ある条件を満たしたらその犯罪が適用されますよってことです。窃盗罪でいうと、他人の財物を摂取したが構成要件です。簡単ですね。では、詐欺罪の構成要件はこちらです。全然簡単じゃないじゃんと思ったそこのあなた、安心してください。全然簡単じゃありません。なのでまた一つずつ解説していきます。1については行為者が相手を騙し始めた状態のことです。2については相手が実際に騙された状態。3は相手が自身の財物の処分や労務提供を行った状態。4は行為者が不法に利益を得た状態。5は1から4までの間に因果関係がある、原因と結果でつながっているということですね。故意と不法領得の意思は窃盗罪の時に説明したので割愛します。
せっかくなので例え話をしますと、1、トゥルルトゥルル。あ、俺、さっきさ、交通事故を起こして妊婦さんを引いちゃったんだよ。で、手術費用が300万円なんだ。2、ほんと？大変じゃない。3、さっきあなたの銀行口座に300万円振り込んだからそれを使いなさい。4、それを口座から引き出して、ぐへへ、儲け。5、俺が嘘をついたからお金を騙し取れたぜ。やりーってことですね。では、安心と信頼の補足に行きましょう。補足1、未遂は処罰されます。詐欺罪の着手は偽冒行為の時点であり、既遂は処分行為の時点です。既遂とは、犯罪をやり終えたという意味です。つまり、相手を騙し始めたら着手。相手がお金を振り込んだり、指定された場所に持って行ったりしたら既遂です。行為者が財物などを受け取らなくても既遂になるんですね。補足2、親族相当令は適用されます。窃盗罪の時にも説明しましたが、家族間での詐欺行為はその行為を免除、または申告罪とされます。補足3、事例について。これに関しては実際にある詐欺の中からいくつかピックアップしてご紹介します。例1、寸借詐欺。A がお金を貸してと言い、B は実際にお金を渡したが、A はいつまで経ってもお金を返さない。ここで争点となるのは A が初めからお金を返す意思があるかということですね。A がお金を返す意思がないのにもかかわらず B にお金貸してと言ってきた場合、これは1の偽冒行為となります。そして B が貸したお金は返してもらえると思っていれば2の錯誤に陥ったことになります。すでにお金は渡しているので3の処分行為と4の移転行為は終えています。よって詐欺罪が成立します。しかし A が初めは返す意思があったが借りた後に返す意思がなくなった場合、これに関しては1の偽冒行為を行っていないので詐欺罪は適用されません。ただし民法でいうところの債務不履行状態になりますので返さなくていいというわけではありません。また A が偽冒行為を行ったが B が錯誤に陥らなかった場合、これがどういうことかと言いますと、 A は初めからお金を返すつもりはないのにお金を貸してと言ってきた。しかし B はどうせ返ってこないだろうからあげちゃおうと思っている場合ですね。この場合 B は錯誤に陥っていないので詐欺罪は成立しません。例2、釣り銭詐欺。 A は無言でスーパーで買い物をし、レジでお釣りを受け取ったが、お釣りの金額が実際より多かった。しかしそのことを店員に告げずそのまま帰った。ここで争点となるのは A が偽冒行為を行ったかどうかということですね。A は店員に対して騙すような発言を一切していません。なので偽冒行為に当たらないのではと思われるかもしれませんが、実のところ偽冒行為は作為不作為を問わないのです。作為とは行動を起こすこと、不作為とは行動を起こさないことを意味します。要するに相手を騙すために嘘をつく以外にも何も言わないことで相手を騙した場合がこれにあたります。つまり A は実際の金額以上のお釣りを受け取ったが、それを店員に告げなかった。これは不作為による偽冒行為にあたるのです。そして店員は通常通りのお釣りを渡したと思っているが、実際にはそれ以上の金額を渡してしまっていた。事実と異なる認識をしているので、これは錯誤に陥った状態です。よって詐欺罪は成立するのです。例3、無銭詐欺。 A はお金がないのにもかかわらず飲食店で飲み食いをした後、料金を払わず帰宅した。または同じ条件でタクシーに乗ったが料金を払わず立ち去った。これに関しては構成要件に当てはめて考えてみましょう。 A はお金がないのにもかかわらず飲食店またはタクシーを利用した。
社会通念上、お店側は来店したお客さんは必ずお金を払ってくれるという認識を持っているはずです。なので、A がお金を払う意思がないのにもかかわらず飲食をした。これが不作為による偽冒行為にあたります。そして、お店側は A が料金を支払ってくれると思っているので、錯誤に陥った状態になります。よって、A が料金を支払わず帰宅した場合、詐欺罪が成立するのです。例4、クレジットカード詐欺。A は友人 B のクレジットカードを用いてショッピングを行った。これも構成要件に当てはめてみましょう。クレジットカードには契約者の氏名が記載されていますね。また、クレジットカード会社の規約で使用できるのは本人のみという記載があるはずです。なので、たとえ友人 B が A にクレジットカードを使用する許可を出したとしても、A が B のクレジットカードを使用することは偽冒行為にあたります。お店側はクレジットカードを使用するのは本人であると思っているので、錯誤に陥った状態になります。よって詐欺罪が成立するのです。補足4、詐欺行為に対する注意。これまでの話を聞いて皆さんが気になったのは、行為者の行為が偽冒行為に当たるのかということじゃないでしょうか。詐欺罪の構成要件自体は非常に簡単なのですが、実際に起こったことをその構成要件に当てはめるのは非常に難しいです。例えば、交通事故を起こした、重たい病気にかかった、多額の借金があるなどの文言は、自己証明、診断書、借用書などの証明書を提出できなければ、その言い分が真実であると認めることができないため、偽冒行為の可能性があります。そんなの見せなくても事実は事実。私の言うことが信じられないの？なんて言われた日には深く疑ってもいいかもしれませんね。しかし、寸借詐欺や無線詐欺など、初めから騙す気でいたということを証明することは非常に難しいです。心で思っていることを形にはできませんからね。ましてや、友人関係でのお金の貸し借りで借用書を書いている人は少ないんじゃないですかね。お互いに信頼していて本当に返してくれるならいいのですが、お金を貸すときに手渡しをして口頭で約束をしたとしても、後になってお金なんて借りてない、そんな約束はしていないなどと白を切られると、それを証明することは非常に困難です。たとえ警察に相談しても、個人間の金銭トラブルと判断されてしまうと、民事不介入の原則により相手にされないことも多々あります。下手したら泣き寝入りです。なので、たとえ友人関係であっても多額の貸し借りをするときは、簡単なメモやメールや LINE、口座振込など、相手と交わしたやり取り、実際のお金の動きを残したりすることをお勧めします。メモ書きはお金を借りる相手が書くことがベストですね。自分で書いた場合、あいつが勝手に書いたって言われたら結構めんどくさいですからね。借用書を残しておくと、お金は借りていない、もらったと思っていたという言い訳は通用しませんので、不安な方はぜひ活用してもらいたいと思います。というわけで、詐欺罪の解説でした。詐欺行為自体は昔から非常に問題視されており、被害に遭う金額もかなり高く、また立証が困難であるということから今回は解説させていただきました。最近ではかなり巧妙な手口も増えてきていますので、高額なお金の話をされたときは複数の人や警察に相談されたらいいかと思います。友人間でのトラブル回避のためにも、お金に関する最低限のことはやっておいても損はないと思いますし、金の切れ目は縁の切れ目って言いますからね。では、今回の解説はここまでです。次回はまた未定です。何かしらの解説かもしれませんし、ゲームかもしれません。それは私にもわかりません。では、また次回をお楽しみに。